はい、音声入ってるかな。お疲れ様です。はい、個人 VTuber のハイメケイです。よろしくお願いします。今日はね、いただいたお肉を食べていこうかなと思ってはいるんだけど、ちょっとね、マシュマロで肉に、カルビとね、白米に合うものをというのを募集した結果、ほぼサムネにあるようにね、キムチとありましたね。ということで、いろいろと集めてみました。こんばんはいらっしゃい。一つ一つね、言っていくと、キムチがね、多かったので、角的と通常のキムチを、用意したのと、あとは、サンチュをね、巻いてって書いてあって、で、ピクルスかキムチとかって書いてたのもあったので、キムチにそれは統一させていただいて、でね、この手前にある、ちょっと白っぽいの。これね、ちょっと今水分出ちゃってるんだけど、とある方の動画の楽々レシピみたいなやつの無限もやしっていうのを食べてみてくださいというのがあったので、一回ね、実践してみたんだけど、もやしにね、ツナを混ぜて、あとマヨネーズ、鶏ガラ、砂糖かな。で、ごまとネギを書いてあったんだけど、ちょっとごまがうちになくて、ネギはあまり生で食べたくないので、俺も入れなくてっていう感じで無限もやしということになってます。はい。普通にね、米がめちゃくちゃ進むみたいなので、ぜひね、試してみていただいて、俺もまだ食べてないので、ただ、単純にこれを今から食っていくだけの配信なんだけど、行こうかな。食べていこうかなと思います。とりあえずまずはね、肉をね、いただこうかな。ビールはお供になりますか？うん。うまい。ちょっとね、油切ったりとかしてるので。はい、乾杯乾杯みんな。でもね、ビールはね、用意しなかったんで、結構おかず多くしちゃったから、高れ、高れ、高れって言ってる。キムチ。キムチね、俺キムチ角的が結構好きで。みんなキムチ何が好き？葉っぱの部分とか、白い部分とか、いろいろある。うん。キムチで飲める。キムチだけでか。確かに当てにはなるよな。白い部分ね。確かに硬いパリパリの部分ね。焼肉は戦いだ。牛タン買いましたよ。いいね、いいね。前も牛タン食べたしな。角的。いいよね。角的いいよね。焼肉は戦いだ。角的好き。俺も角的好きなんだよね。ちょっと無限もやし行ってみるか。ちょっとどんな感じなんだろう。うん。確かに、ちょっと醤油を入れた方がって書いてあったけど、これはこれで、咀嚼音が入るんだよな。マイク近いから。これはね、もう食べ物を食べるなしも仕方ない。咀嚼音が入る。はい、こんばんは。美味しそう。咀嚼音絶対入るんだよな。マイク近いんだよね、俺。マイク遠いと、俺腹から声出してないみたいに言われて、声めっちゃ小さいって言われるんだよね。
マシュマロでぶん投げられてた爆笑エピについて。あ、そうそうそう、なんかね、爆笑エピ、なんか人によって爆笑しないかもしれないんだけど、お酒は昼にウイスキーをレッドブルで割ったやつを飲んで決めてんな。すげえ決めてるな、それ。なんか俺の爆笑エピソードって結構意味わかんないことが多かったりとかするんだけど、あれだよ。トランプで大富豪とかあるでしょ。まあ、みんなわかる大富豪とか。そこでさ、こうフレンドとか4人とか5人とかでプレイしてて、あ、こんばんはいらっしゃい。で、大富豪とかって、そのなんかローカルルールみたいなのがあるのわかる？なんか例えば、大富豪の中で8を出すと、その場を流せる力がある8番のカードのルールとか、大富豪わかんない。大富豪ってね、なんか大きい数字を出していく、相手より大きい数字を出していって、トランプの自分に配られた手札がなくなれば上がりみたいなトランプのゲームなんだけど、そう、8切りって言われてるやつとか、まあ、結構ね、7渡しとかってローカルルールでいっぱいあるんだけど、これでね、こう、まあ、めちゃくちゃトランプが苦手というか、考えることがあまり苦手な人がいて、で、めちゃくちゃ負けが込んでる。要は、結構いろいろ負け続けてた人がいてさ、でも、大体こう流れとして今までの戦いで、8を切ってからもう自分が最後にドンって出して上がりみたいな流れができてたの。そのトランプのカードでね。で、その流れからみんながもう8を切ってから上がるみたいなを続けてたんで、その負けが込んでる人もね、やっと自分が上がれるなと。自分がめちゃくちゃもう上がりたくて仕方ないオーラが前に出てて、でもいきなり自分が上がれるってなった時に1をめちゃくちゃ連呼すんのよ。8出して上がるみたいな。めちゃくちゃ大声で連呼するの8を。で出してるのが8じゃないのよ。もう焦りすぎて8は手元に残してて、上がるためのカードを先に出して8だけ手札に残ってるみたいな。めっちゃ大きく言ってんだよ。888888ってずっと言ってて、もう爆笑すんのよね。そういうなんかシュールな、いや8じゃないよみたいな、今出してんの違う数字なんだよねみたいな、めっちゃシュールでくっと笑うんだよな。まあ、全員大爆笑だったんだけどな。もう前に出すぎて頭がすごいね。こういうのがね、俺めちゃくちゃ好きで、ウイスキーとリンゴジュース、炭酸水を割ったのをカッパカッパ飲んで見事に爆睡。寝てたんだね。あ、こんばんはいらっしゃい。はい、お疲れ様いらっしゃい。あ、こんばんはいらっしゃい。そう。もうね、俺自体があんまり感情表現が苦手なので、めちゃくちゃ感情表現豊かな人と何かするときめちゃくちゃ自分の中で楽しいんだよ。例えば、コラボとかしてる時もそうなんだけど、俺の周りって結構感情表現豊かな人が多くて、めちゃくちゃ笑ってくれてる人とか、すごくこう、ね、もう、笑う以外の、まあ、怒ったり怖がったりする人が多くて、俺それに関わってるのがめちゃくちゃ好きで、俺も本当は笑ってるんだよ。なんかあんまり出ないだけで、外に。マジですごい。その時はね、もう、腹を抱えて笑ったね。で、はちはちはちって言われて、やっと上がれるんだねって思って、場を見たら8じゃないものが出てる時ももう笑うよね。笑うしかなかった。
なんかこういう話、俺こういう爆笑話とかしかあんまなくて、スマブラでネスを使うテクニカルプレイヤーになる。いや、ネス、でもね、確かにサンダーで上に上がるの難しいからな。テクニカルなのかな、あれ。多分古いのしか使ってないからかもしれない。古いゲームしかやってない。いや、その人、さすがにかわいそうだったので、いや、8に切り替えていいよっつって、みんなでね、いや、8出していいよって言って、上がれるようにはしたんだけど、めちゃくちゃ笑わせてくれたし、もう優勝かなって言いながらね、みんなで上がらせてあげたけど。うん。キムチうまいな。箸が。うん。まあなんかシュールな笑いがね、欲しいというか。黒い手しか映らないようにしてるからちゃんと大丈夫だけどね。でもこの無限もやしね、なんかちょっと一味入れた方がもっと味がこう、ちょっと俺には薄めかも。濃い方がいい人は醤油とか一さしぐらい入れた方がいいかも。このままでも美味しいけど、多分ツナのね、何のツナを使うかによってだいぶ左右されるかも、味が。タレつけてから巻いた方が美味しいんじゃないか。タレをつけてから巻いた方が美味しいのではないだろうか。手袋してるとね、箸の使い方がめちゃくちゃ難しい。うん。美味しいわ。めちゃくちゃ美味しい。やっぱ今日8時からの予定だったんだけど、割となんか焼いてたりとか、この無限もやし作ってて、ちょっとね、その匂いとかで我慢できなくなって、もう早く食べようかなみたいになった。やっぱ匂いってさ、大事だよな。焼肉とか焼いてたらめちゃくちゃいい匂いするし、めっちゃ大事だなって思うわ、焼肉。匂いとか食べ物に対して匂いとか。マジで。マジで我慢できなくて。今日昼食べてなくて、朝は食べたんだけど、昼食べてなくて、もうなんかな、焼いてる時にもちょっとつまもうかなって思うぐらい腹減って、待機所8時にしてたのに、待機するまでに始めてしまった。いや、我慢できないよな。もうそう、マジで腹ペコボーイだった。
今日はね、前と違って、こう、いろいろみんなにお願いして、なんか集めるのをやったんで、時間もね、ちょっとこう、かけながら食べれるかなっていうので、日々俺は進化してるんでね。ちなみに、マロの中に、雪見大福もあって、箸休めに雪見大福どうですかみたいな。買ってはいる。ここに置くと溶けるんで、買って置いてる。冷凍のところに。焼肉の間の箸休めで雪見大福って俺あんまり聞かないけど。我慢できなかった。本当に。もうツイートしちゃったもんな。もう食うよって。もういいよねって。もう来れなくても仕方ない。俺は食べるよみたいな感じだった。おかんじゃ。さね。デザートなんだけどね。普通はデザートなんだけど、食休めにって書いてて、これ間で食うのみたいな。タレをつけて。難しい。箸の扱いっていうか、手袋が難しい。手袋がね、難しい。包んで。雪見大福の1個くださいはもう半分くださいなんだよな。滞在なんだよな、マジで。あ、食べ放題な。俺、焼肉の食べ放題あんま行かないんだよね。なんかあれ、どれだけ食っても元が取れないようになってるみたいな。一般人の人が。なんかそれだったら俺、ゆっくり一品ずつちょっといいの頼んで、まあ、ゆっくりみんなでたしなんだり、一人焼肉したりの方がいいかなっていつも思う。深夜焼きそば。深夜焼きそば、激アツだからな。結局俺、深夜焼きそばであの時一平ちゃんを食べて、すやすやと寝た。最近寝れないんだよな。寝れないっていうか、まあ、寝てないの、あれだけど。何のアイスなら分けてもらえる。アイスなぁ、でも。アイスの実とかなら1個ちょうだい許されるんじゃない？結構入ってるし。結構入ってるくないあれ。アイスの実は。産地がね、産地あんまり置いてなかったから。仲がいい人に雪見大福1個ちょうだいと言われたらおとなしく渡しますか？殴り合いの喧嘩になりますか？俺の仲のいい人はそもそも雪見大福1個ちょうだいなんていう失礼なことは言わないのでね。っていうかそもそも俺仲いいやつに雪見大福1個ちょうだいって言われても雪見大福買って渡すよ。普通に。雪見大福ぐらい。ピノか。ピノも許されるの。確かにピノね。畜生夜勤の時だったので、スーパー星人だった。いいよ、もう仕事場でなんかそれ見た時に、周りがみんな見てる中で、フリリンのことか叫んでくれていいよ、全然。全然叫んでくれていい。こんばんはいらっしゃい。肉を食べてるだけの配信ですが、よかったら見ていってください。この発言もどうかと思うけど、肉を食べてるだけの配信なんですけど、こんばんはいらっしゃい。リアタイありがとう。前はね、なんだっけ、ドーナツの、
ドーナツの穴か。コメントくれてたね。ありがとう。やっぱね、なんか、配信見た後にコメントいただいてるのってね、俺めちゃくちゃ励みになるんで、みんななんか、意味わからん、適当な内容ではダメだけど、動画見た後になんか、ペラッと、迷惑とか全くないからコメントしまくってくれ。コメント残しといてくれたら俺必ずそのコメント見て返事してるし。めちゃくちゃね、励みになるよ。多分どこの配信でもね、みんな励みになってると思う。コメントとか。このリアタイのコメントじゃなくてね、こう動画見た後とか。最高だよね。こう、あ、動画配信見てくれて、なんかコメントくれてんだ、みたいな。聞き取れなかったクリリンのこと。声にビビった。ちょっと音圧がか。声大きいか。開けました。焼肉を食べながらね、カフェオレを飲んでる変態は今ここにいます。いただいてな、カフェオレも結構いただいてて、めちゃくちゃありがたいなって思って。確かね、2ケースぐらいか、1ケースともう1ケース別の種類もらってて、両方もう、てか、もうなくなったんだけど、俺30本とか、1週間持たないかな、確か。俺結構ね、1週間持たずに30本とかのカフェオレは消えちゃうタイプなんで、ね、ありがたくいただきましたよ。送っていただいたカフェオレも。美味しい、すごい。まあ、試さない方がいいかも。俺、焼肉っていうか、なんだろう。なんか、どの食事でも俺カフェオレが飲める人間なんだよね。うん。1週間で30本。1日5本なんてザラというか、多分1週間も持たないかな、30本だと。背徳飯いいね。なんかおもろいな。そうなんだよな。まだロゴもね、完成してないんだよな。食事の飯。めちゃくちゃ考えてて。めっちゃ飲むよ。メロンソーダはいける。そういうタイプ。だからもう自分の中でどの食事でもこれはいけるみたいなのがあるタイプで。俺はカフェオレなんで。健康診断の結果、まあ、糖だよね。うん。まだ若いから許されてるけど、年齢いってくるともう糖がね、まずいかな。でもね、俺、まあ、ここだけの話、短いスパン。だいたい4ヶ月に1回俺血液検査してるんだよ。まあ、ちょっと別の病気で、4ヶ月に1回は必ず血液検査をしてて、まあ、引っかかってないからね。毎回引っかかってないから。あ、カフェオレ同士がいる。カフェオレ同士いるな。いやでも多分ね、甘いものを摂取した時に、
それを消費してるかどうかだと思うんだよね。銀さんも消費しているかどうかわかんないけど、なんか頭の回転に糖が必須で、俺糖が入ってないとマジで何もできないんだよ。マジで何もできない。話すことすらできない。なんか、マジでこうやって今話してるけど、糖が入ってないと、そう、みたいな。そうなんだ、みたいな。感じ。はいはい、みたいな。マジでなんか、はいはいはい。そうなのね、みたいな。こんなレベルになっちゃうからね。糖はね、必須。小さい頃からブラックしか飲ませてくれなかったっていうのもなかなか珍しいね。ブラックなんて苦くて飲めないけど、俺、小さい時。それは確かに、そうなんだよ。こう、溜め込まなければ、やっぱ消耗するというか、俺めちゃくちゃ消耗するから、もうなんかね、ガソリン入れたら、もう一日走れないんじゃないかぐらい。一日こう給油して、さらにまた一日給油してみたいなレベル。でもね、そっけない、そっけないというかもう頭が回ってないから、返事はしてるけども内容頭に入ってないみたいな感じになる。なんか寝起きとかそうだね。マジで寝起きとかは本当にそう。糖とミルク実家にないってやばいな。ミルク飲めないんで、アーモンドミルク常にストックしてます。アーモンドミルクね。何飲めないっていうのは、あれかな、こうなんか、アレルギーみたいな。アレルギーだと確かあれだよね。ヤギのミルクはアレルギーに反応しないみたいな。あったよね。ヤギのミルクはなんかアレルギーに反応しない。空返事になったら糖分進めればいいのか。そうだね。でもこう、俺の空返事は、ちょっと、なんか、見定めてもらった方がいいかも。糖分回ってなくて、そうだね、みたいなこと言ってるときと、マジで興味なくて、はいはい、はいはい、みたいな。マジで興味ないときも、超空返事。で、寝起きも、そう、すこぶる機嫌悪い、そう。めっちゃ機嫌悪いから。俺、なんかね、3時ぐらいに寝て、5時ぐらいに起きて仕事行くんだけど、この短いスパンの睡眠だったら、割とまだ寝不足ではあるけど、機嫌が悪くならないのよ。で、しっかり寝たとき、例えば、休み前で、例えば10時、11時ぐらいに寝て、ちゃんとこうしっかり起きたときとか、なんか、がっつり寝ると、めっちゃ機嫌悪い。みたいな。マジで起こすなよ、みたいな。休みやろ、みたいな。みたいな感じで、なる。単に飲めない。まず、味か。目覚まし時計を叩き割るからのチキチキレース。キレースやばいな。そう、大体ね、3時から、3時ぐらいに寝て、ツイートとか見てたら多分わかると思うんだけど、そのあたりに寝てて、2時間ぐらいして起きて、用意して、ちょっとね、職場が遠いので、用意していかないといけないんだけど、大体その辺かな、平日は。で、
早めに寝ようかなっていう時はまあ1時ぐらい1時ぐらいにちょっと早めに寝て、まあ5時ぐらいに起きるみたいな感じかな。まあまだね、今の年だとショートスリーパーでもいけるかもしれないけど、年齢を重ねるごとにやっぱり多分辛くなるんだろうなとは思う。低血圧解釈一致。寝起きであって言って。いや、まあ言うよね。まあでも、起こされたら言うだけで、自分一人だからな、基本。寝てくれってなってる。まあでも、あの時間帯にね、ポストしてもみんなほとんど見てないっていうのは分かってる。分かってるんだけど、俺の活動時間ってだいたい深夜とかが多い。まあ作業とかね、時間が深夜とかが多いので、なんかをポストしようかなっていうのがあの時間帯なんだよな、実際。はい、こんばんはいらっしゃい。焼肉を食べてるだけの配信ですが、よかったら見ていってね。焼肉を食べてるだけの配信だな、本当に。昨日はね、焼肉を焼いてるだけの配信だったからな、マジで。別の方のそのコラボの配信だったんだけど、焼肉を焼いてるだけの配信だった。本気で焼いてたわ。今日は食べてるけど、昨日は本気で焼いてた。眠れない夜とかあるんだ。俺と一緒だな。なんかこう、夜、深夜とかに結構、パッと、なんだろう、自分の中で寝れないな、なんかちょっとしたいなっていう時に、話ができたりとか、こう、暇つぶしができるような、そういうの欲しいよね。すごいスピードで焼かれ続ける焼肉たちでしたね。そう、本当にそう。本気だったな。あれ攻略するの30日がなんか、焼肉サバイバルっていうゲームなんだけど、30日がなんか攻略っぽくて、あれ俺いけるなって思った。20日ぐらいまで行って、多分21日まで行って、途中でやめたけど、30日ね、余裕でいけるかなと思った。睡眠薬がないと出れません。辛いタイプだ。でもね、睡眠薬をあんまり取ると、それもそれで耐性がついていくからね、あまりこう、寝にくくなるというか、薬どんどん変えていかないといけない人もいるしね。AI ロボット買ってみては。俺が寂しくない？俺が AI ロボットと喋ってたら。俺は別に深夜に作業があるからね。ただね、こう、深夜に、なんて言うんだろう、こう、ツイートして、寝るじゃん。3時ぐらいとか4時ぐらいにツイートして寝て、なんか朝起きて反応してくれてる人が多かったりとかすると、ちょっとこうほっこりする。で、あんまりツイートとか開けれないから、職場に行ってからこう見たりとかするんだけど、見てこうなんだろう、9時10時ぐらいかな、俺が一番こういろいろと作業が終わって携帯を開くの。この時にね、こういいねとかリツイートとかがボンって入ってると、すごいめちゃくちゃ嬉しくなるね、あれは。深夜は当然見てないけど、
朝、こうみんなが、おはようの後とかにみんなが反応くれてるとめっちゃいい。心配になる。静かな空間だと眠れないけど。あ、まあ確かにね。なんかこう、ちょっとワイワイしてる方が寝れる人とかって多いよね。いやでもなんか俺とかだと、例えば iPhone とかで YouTube とかを流しながら寝てると、なんでかわかんないけど、めっちゃ熱くなるんだよな。なんかめっちゃ熱くなるというか、ずっと流れてるからなのか、灼熱になる。YouTube とかもそうだけど、なんか、アプリとかでも結構めっちゃ熱くなるんだよな。おはようコメに面白画像を貼ろうか悩みます。貼ってもいいけど、俺画像とかにはほとんど反応しないけど大丈夫？俺の反応が欲しかったら、普通のリプの方がいいかもしれない。もう画像見たら、画像だなって、これ、言葉を考えるまでもなく画像で楽をしようとしてるなって。iPad が悲鳴、そう、燃えてるかもしれないよ、中で。俺の心の中のチーカーがわーってほっこりしてそう。いや、本当にね、なんか、こう、まあ、X だけじゃないけどね、なんか反応もらった時って結構ね、みんな、俺以外の活動者さんもそうだろうけど、もうみんなほっこりしてるよ。わってなってる。こんなにくれるんだ、みたいな、なってるよ。コメントプラス。コメントプラス面白かった。反応はやっぱ欲しいんだね。いや、いいけど、全然反応するけどね。画像だけでもね、反応するけど。いや、でも、なんだろう。結構ね、やっぱり、俺が知ってる中でもロム線さんだったりとか、それもそれでありがたいんだよ。見てくれてるっていうのも分かってるし、なんかサブアカの方で繋がってる鍵アカさんとかが反応してくれてるのも見てるから、全然いい。いいねとかだけでも全然いいんだけど、なんかね、逆にいいのかなって俺も思っちゃう。声かけてあげられないというか、割とサブアカでいろいろ回ってはいるんだけど、いろんな人のやつを。まあでも、なんかリプくれたりとかすると返事返しやすいとか、まあ別にそんなすごく親密な関係っていうわけじゃないけどさ、俺たち。まあ配信者とリスナーの間で声かけることぐらいは全然いいんじゃないかなと思いながら俺はいつも見てて。まあいいねくれたりリツイートくれたりしてる人といっぱいいるんだよね、鍵アカとかで。まあそういう人はね、できる限り俺サブアカの方で、まあ、見に行ったりとか、いろんな人をね、回ったりしてるんだけど。おはようございますにプラスアルファがないとなんだ、送るの気まずくていいね止まり。OK。じゃあ、何か聞けばいいってことね。たまに聞いてた夕ご飯何ですかと。今日何食べますみたいなね。まあ確かに、なんか俺もあれだよな。おはようとか、今日みたいな羽の生えた俺のツイートとか、まあ確かに、リプする感じではないもんな。リプしやすい感じにするわ。の方がいいよな。俺も考えながらツイートしないとな。あとはネタツイとかにはね、できるだけネタで返してほしい。反応もまあ欲しい。ネタして反応ないと俺も辛いから。距離感すごく良くて、ありがとう。俺もね、ビッグラブみたいな
きしめるみたいな形の俺距離にはなれないから、まあ、この適度なね距離がちょうどいいんじゃないかなと思ってる。お初いお昼に見ることが多いから時差リプってなってるんですけど、全然大丈夫だよ。例えば夜でも全然俺別に普通に返すし、なんか時差とかはあんま考えなくていいかな。なんか見る人って人それぞれで、だっておはようって言ってても夜の人とかって絶対いると思うんだよね。なんか夜勤とかの人って昼間寝てるし、起きるの夕方とか絶対いるからな。時差はね、全く考えなくていい。もうなんか時間経ってるなとか、例えば1日2日経ってるなとか、そういうの全く考えなくていい。それが X だし、YouTube へのね、コメントとか、コメントとかも、全く時差気にしなくて、何日前の配信とかでもコメントくれていいし、俺全部見てるから、それはちょっとね、気にしない方がいいかな、逆に。気にするようなことじゃないよ、みんなが。まあちょっと忙しい時はね、マジでいいねとかしか返してない時はあるけど、それは多分俺も忙しいから、お互いね、なんか忙しい時あるんだな、みたいな考えでいてくれれば。荒ぶってもいいけど、人に迷惑はかけないでね、マジで。なんか人が不快に思うようなことは荒ぶらないでね。それは俺が変に思われる。俺が変に思われる。いいのその動物、リスナー動物扱いで大丈夫なの？個人的な見解だけど、まあまあそうだね。もう淡々としてる、なんか淡々としてるイメージが俺には自分の中ではなくて、まあ普通なんだよね。なんか文章ってさ、そう伝わっちゃうような文章の書き方なんだと俺は思う。自分の中で。まあでもなんか、おもろいこと言ってる人に対しては、まあ、笑いながら普通にツイートとか見てるし、みんなと同じだと思ってもらっていいと思うよ。多分、俺の中では。まだね、こう、配信になれないところがあるから、治安がちょっと悪いところとかはやっぱ出したくないなというイメージで、あまり出さないようにはしてるけど、今後ね、ちょっとめんどくさくなってきたら、話し方とかも少し変わっていっちゃうかもしれないけど、できるだけ気をつけてるけどね。私も時差あるといいねだけしてたけど気にせずコメントしちゃおうかな。そう、本当に気にしなくていいよ。全然コメントくれる方がめちゃくちゃありがたいし。そう、リスナーさんってのはね、てか配信者は配信者、リスナーさんはリスナーさんでね、やっぱしっかりお互いがお互いのルールを守るみたいな、もう大事だよね。この例えばだよ、簡単に言えばこう配信今しててみんなこう自分のことを語ってたりするじゃん。これ雑談は OK なんだけど、全然。それで俺見てて、ああ、そうなんだ、みたいな。ゲームでそれされると一発バンだから、そういうのはね、ちょっと気をつけてほしいかな。まあ、一発バンじゃないかもしれないけど、いや、ここゲーム今してるからね、みたいな。注意した後に、それでもダメだったら、みたいな。まあ、優しくはないよ。なんか、みんなには優しいかもしれないけど、ルール違反とかする人に対して俺優しいつもりは全くないから、そこはね、ちょっと気をつけてもらえば、そんな人はいないと思うけどね。俺がゲームやってて自分のこと語り出すやつ見たことないしな。リテラってして守ってくれればね、もうビッグラブって感じになる。
これね、腕にタトゥーあるよ。蛇のタトゥーある。切れた。蛇のタトゥーある。中身、まあ中身ポンってことはないかもしれないけど、一応、非常にきちんとした社会人として、いろいろな役職にもついているので、ポンではないとは思うんだけど。そうそうそう。そうだね、ゲームに関係ある中身でね、ゲームに対するコメントはバンバンしてもらえたら、俺は逆に助かるけどね。この、なんかね、コメントだけでもね、盛り上がってる盛り上がってないだけでもね、全然違うらしい。YouTube 君は。ここコメントすごく盛り上がってますよって伝えるらしいよ、YouTube は。めちゃくちゃいいらしい。だからね、どんどんしていってもらえたら。ただ、なんて言うんだろう。チャンネル登録者さんとかの、あれはあまり気にして、気にしてないというのはあれだけど、それだけを取りに行く縦型配信とかは多分一切うちはしないので、俺はね、してないので、まったりね、みんなで楽しんで伸びていけたらいいかなと。伸びることはね、目指していく前提なんだけど、初配信でも言ったようにね、目標があるので、目標に向けてはね、走っているつもりなので、ゆっくりでいいかなと思ってる。蛇のタトゥー入れるんだ。タトゥー、どうだろう。いいよねとは言えないな、俺。今の年齢で。体にね、ちょっと跡がついたりしちゃう。悪いとも言わないけどね、全然いい悪いがちょっと言いにくいからな、あれは。俺も昔憧れてた時期があったよ。背中にね、背中から肩にかけて竜を入れようかと迷った時期があったけど、やめた。ちょっと年齢も年齢だったので。俺みたいな人は打ち解けたらアッパラパーな人が多い気がします。いい意味で。アッパラパーはちょっと何言ってるかわかんないけど、あれかな？やばい人ってことかな？アッパラパー。俺はなんだろう。楽しいことは好きだよ。だから仲いい人と楽しいことをするのは好きだし、一番ね、俺がエピソードでなんか、普段話すエピソードのうちの一つで、なんだったかな。お前やばいよな、その発想がみたいな言われたことがあるのが、友人のね、誕生日プレゼントだったかな。友達と2人で、その3人目のね、友人の誕生日で何買うかって言って、ね、夏だったからさ、ガリガリ君ちょっと、そんなにお金もみんなない時期、働いてた時期だったから、ガリガリ君買っていこうぜって言って、ガリガリ君をね、確か、何本だったかな？ 200 本ぐらい買っていったんだよ。200本ぐらい買っていって、誕生日プレゼントおめでとうみたいな感じで、ガリガリ君200本持っていったら、マジで友達にしてほしくない、友達になりたくないやつだよな、みたいなことを言われた。しかも、ちゃんと冷凍庫に入るんだよね。そいつの家って、なんかいろいろ、下の地下みたいなところに冷凍庫みたいなのがあって、ちゃんと入るんだよ。それを分かって持ってってんだけど、ガリガリ君200本食べてね、みたいな。夏だからさ、みたいな感じで。そういうプレゼントとか、例えばたまにそこはちょっともう出禁になっちゃったんだけど、若い時にコインあるじゃない、
クレーンゲームあるじゃん。100円入れてこうクレーンでさ、クレーンでこう普通に取りに行く UFO キャッチャーかあるんだけど、 UFO キャッチャーとかで100円玉をこう入れてゲームするじゃない。ただそのゲームセンターってなんかゲームセンター特有のコインがあって、コインでこうジャラ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 って入れていく、ゼニプッシャーみたいな、ああいうゲームあるのわかる？こうコインをジャラジャラジャラって入れていくゲーム。100円玉とかとは違って。あれに、まあ友人じゃないかな。友人と友人の彼女と、遊びに行って、そう、メダルゲーム。で、メダルゲームのさ、メダルって、ちょっと小さいバケツみたいなやつに、コインケースみたいなやつに入れるんだよね。どこでも多分一緒なのかわかんないけど、入れるんだけど。で、UFO キャッチャーしたいみたいな女の子が、彼女が言ってて、その彼氏も、なんかちょっと困惑というか、やりたいって言ってるけどお金出さないみたいな感じで、俺彼氏の方の男性とは、まあ仲良くというか、友達というかフレンド関係にあったから、あ、いいよっつって、じゃあ彼女さんだしねみたいな感じで、コインケースいっぱいに100円玉山盛りにして渡した。その代わり使い切ってねって、使い切るまで帰らないでねって、UFO キャッチャーのコインケースのところに100円玉いっぱいにして、あ、そうそう、まあ俺自分の彼女ほとんどいないから、いないっていうわけじゃないけど、その代わりお金なんかやりたいって言ってたしねみたいな、じゃ全部使い切ってねって、全然取れなくてもいいからっつって、で途中で飽きて、彼氏さんと彼女さんを置いて半分ぐらい使ったのかな。いやもう今日時間ないから飽きたし帰るって言って帰った。そのコイン使い切るまで帰れまてんってやって、いやもう自分たちで使って帰ってねみたいな。まあ別に使わなくてもいいけど、それを使わずに自分の懐に入れるのか、ちゃんと使い切って帰るのか、それはお前たちが考えることだよなみたいな感じで飽きて帰った。で、めっちゃくちゃ彼氏さんから謝りが来たんだけど、全然謝らなくていいって、俺それが楽しくてやってるからって言いながら、まあでもちゃんと使い切ったらしいけどね。俺に悪いからっつってちゃんと使い切ったらしいけど、まあそういう感じの頭ぶっ飛んだ行動をしてて、大体の人からは惹かれる。周りからは。一緒にいてて楽しいし、周りから見ててなんかすごい楽しそうに見えるらしいけど、実際関わってみると頭ぶっ飛びすぎてて関わりづらいみたいなことを言われることはある。人の不幸を見て喜ぶと違う。逆、その下のコメントもあるけど、人が楽しんでるのを見てるのが好きだよ。てか人がこう感情を揺さぶられてるのを見るのが好きなの。俺はあまり感情が得意じゃないから。俺はなんか人の感情が揺さぶられてるところを見るのが好きなんだよ。俺自身はあまり感情を、例えば100円玉を例えばコインこうマックスで渡されても、ありがとう、じゃあ使うねっつって使っていくのが俺。でもそれ渡されて、こんなにみたいな思う人がいるわけじゃん。そういうのがね、めっちゃ、なんて言うんだろう、好きというか。でもその人ってそれを渡されて感情が揺さぶられた後に何をするんだろう、どうするんだろうっていうのを見るのも好きなんだよ。そう、サプライズとかも大好き。受ける側じゃなくて与える側が好きなんだよね、サプライズは。そういう人間なんだよ。なんだよっていうあれだけど、変な人かもしれないけど。
予想できないことに対してどう対応しているかを見るのが好き。俺自身が予想できないことっていうのに対応するっていうよりは。まあ、あんまりそれがいいのかどうか。周りの人にとってね、なんか予想外のことが。でもあれだよ。迷惑をかけるようなことはしないよ。それこそ俺は当たり前のことでルールは理解してるから、人に迷惑をかけるような感じはしないし、やっぱ遊びたいなって言われたから、じゃあ遊ぶだけのこれあげるねとか。あ、そうだね。自分と違う反応を見るのが好きかも。なんか自分自身が反応できないことを反応してる人を羨ましく思ってるかも。俺はね。変態じゃないだろ。変態ではないだろ。そういう人もいるんだよ。中には。自分自身がさ、こうできないこととか。肉のおかわりはないね。ちょうど米も今なくなったところ。肉と米をちょうど合わせてなくなって。あとはこの辺、付け合わせを平らげたら終わりかな。いや、こうやってさ、肉を食べるだけの配信にこれだけの人が来てくれるって、俺は逆にだから、幸せだよな。なんていうのか。まあ、傍から見たら、人が肉食ってるのを見てるのを、みんな見てくれてるわけじゃん。まあ、話してるけどさ、雑談はしてるけど、肉食ってる配信見てくれてるわけじゃん。雪見大福。雪見大福な。もうちょっと後かな、雪見大福は、俺の中じゃ。一人でご飯食べるの寂しいからすごく、ああ、一緒に食べてくれてるわけね。いいね、ありだね。肉も美味しそうではありますけど、肉料理のもやしは格別に美味しい。吸ったやつ。肉の油を吸ったもやしとか、味吸ったもやしみたいな。ASMR じゃん。比較的カリカリ。やばいな。咀嚼音がすごい。面白い、まあ面白いのかどうかわかんないけどな。まあそういう人間もいるんだなぐらい思ってくれたら、そういう人間もいるんだよ。残りないしかもさ、これ多分、あれだよね。ぐるぐるあんましてないよね。低遅延でも全然雑談できるっぽいね。時間帯的に。まあ時間帯にもよるのかもしれないけど。確かに、これだけだとビールいけるよな。これだけだとビールいける。ちょっと垂れるんだよな。まあ、9時以降がやっぱり時間的にも鬼門なのかもしれないけど、なんだろう。多分低遅延にして、まあなんか、ちょっと前に
見直せるみたいな、あれをオフにしたら結構安定するって書いてて、まあそれにしてるんだけど、まあ安定はするかなっていう感じかな。多分9時、10時とかでもある程度は安定するのかな。ネット回線がまあ引っ張る力があれば。多いね。9時から10時から多い。俺の場合もそうだし、まあやっぱ、大体その見る視聴者さんが9時、10時を見れる人が多いからじゃないかな。多分時間帯的にそうなんだろうな。まあ、深夜とかにしてもあまり見てもらえないとかあるのかな。でもなんか俺作業配信とか、なんか深夜に作業配信とかしてるやつ、その時は全然見られてないけど、後からめっちゃ見られるみたいなのあったけど、あれは何かよくわかんない現象だけど。確かに年齢層にも左右されそうだね。大体多分俺を見てくれてる人って、まあ多いのは社会人。で、たまに学生さんとかなのかな。学生さんの方が少ないから、やっぱ社会人の方が多いから、やっぱ夜とかの方が見てもらいやすいとかやっぱあるかな。よくね、なんか活動者さんが朝活とかって言って、朝なんか、なんだっけ、朝のなんか縦型配信みたいな、挨拶みたいなのやってるけど、あれって無理だから、俺、普通に5時起きで仕事してってなると、朝活とか100%無理だから。確かにね。まあ作業がね、なければ早めに寝れるんだけど、いつも。一種の飯テロだから。これで飯テロしといてみんなの食欲を誘うみたいな。今日もね、お昼少し喋ってて、活動者さんと喋っててね、焼肉テロするから焼肉食べろよみたいな話してた。深夜にそうだよ。俺深夜にしかボイス取れないからさ、仕事をしてて。今もボイスどうしようかなって悩みながら。やっぱ環境がな、結構難しいんでね、宅撮りするにしても環境が難しいというか、環境がね、結構爆散されてるのおもろいな。飯テロ爆弾だからな。いやでもね、もっとね、こう、なんていうの、画質のいいカメラとか、光の角度とか変えたいんだけどね、普通の一般の部屋だとそれが難しいんだよ。うん。ご飯食べながらはおかしくない？
オールドレディ。じゃあ、あれなんだよ。取りに行ったりこう食べに行くのにね、前かがみになるのは、できるだけ咀嚼音を入れないように、マイクから離れてるから、自分の座ってる位置が、ちょっと遠いんだよね。嫌でしょなんか、カリカリとかサクサクならまだしも、ぐっちゃぐちゃ音がひたすら聞こえてる、大きい音で聞こえてたら、耳を澄ませて、こう、そんな音が入ったら嫌でしょ絶対。はい。というわけでね、無事完食しました。助かるは怖いんだよな。助かるは結構怖いんだよな。じゃあね、今日はすごく美味しくいただけて、ちょっとね、いただいたものだったので配信したいなと思ってたから、まあ、できてよかったかなと思います。じゃあ、ごちそうさまでした。今日はね、これぐらいにして、また。怖い怖い怖い。ご褒美怖いな。咀嚼音ご褒美怖いな。じゃあ、お疲れ様でした。またね。